はーい、ナミです。皆さん、もしも明日から日本に引っ越すとしたら、どんなことにドキドキしますか？お寿司？温泉？それともカラオケ？でもね、一番びっくりするのは、人と人の距離の取り方かもしれません。今日は集団？個人？日本と海外の大きな違いというテーマでお話しします。ちょっとオーバーに言えば、文化の違いはラーメンとピザくらい違うのです。だからこそ面白いんですよね。日本で大事にされる集団。日本の学校ではみんな一緒が大切です。例えば小学生は毎日教室を自分たちで掃除します。モップを持って床をゴシゴシ、ほうきでさっさ。なんで先生が掃除しないの？と海外の人によく聞かれます。それはみんなで力を合わせることを学ぶためなんです。給食の時間も同じです。当番の子が白い帽子とマスクをしてみんなにご飯を分けます。小さい頃から食べ物は平等に分ける。待つことも大事という考えを自然に学びます。会社でも似ています。会議ではみんなで意見を合わせます。飲み会では上司や先輩に合わせて乾杯します。もちろん面倒だなぁと思う人もいます。でも多くの日本人は集団にいる安心感を大事にしているんです。和を大切にするという言葉があります。和、つまりハーモニー。ちょっとジャズのセッションみたいに全員でリズムを合わせるイメージですね。個人を大事にする海外。一方海外では個人がとても大切です。ランチタイムを想像してみてください。日本だと同僚みんなでお弁当を食べたり、ラーメン屋に一緒に行ったり。でも海外だと一人で公園のベンチでサンドイッチなんてよくあります。自分の好きなように食べたいという考えが普通だからです。仕事でもそうです。日本はチーム全体の成果が大事ですが、海外は個人の成果が強く評価されます。だからプレゼンでは自分の意見をはっきり言わないとやる気がないと思われることもあります。自由と責任がセットになっているんです。言い換えると、好きにしていいけど、その結果は自分で責任を取るよということです。ちょっとドキッとしますよね。じゃあ日本人はいつも集団だけを大事にしているのか。そうでもありません。クラブ活動では僕はサッカー命とか私はテニス部一筋と個性を出します。ファッションや髪型で自分を表現する若者もたくさんいます。
最近は一人旅をする人も増えました。京都を一人で歩いて抹茶アイスを食べる、温泉に一人で入ってリラックス、これをソロ活と呼ぶ人もいます。 SNS も大きなポイントです。写真をアップしてこれは私の世界観と表現するのも立派な個人の出し方です。だから日本は集団と個人両方をうまく使い分けているんです。日本は集団を大事にして安心感を作ります。海外は個人を大事にして自由を守ります。どちらが正しいということではありません。でも海外の人が日本で生活するとき、この違いを知っていると毎日が楽になります。例えば会社でみんなと合わせるのが大事と知っていれば、急にびっくりしないで済みます。逆に日本人が海外に行くなら、自分の意見を言わないと伝わらないと知っておくと安心です。文化は違うからこそ面白いんです。もし日本人がみんな個人主義だったら、ラーメン屋で隣の人が大声で麺は3メートルにしてくださいとか言うかもしれません。さすがにそれはカオスですね。ここまで見てくれてありがとうございます。面白いと思ったらグッドボタンをポチ。なるほどと思ったらチャンネル登録をカチ。ハイプもぜひお願いします。日本の集団文化で驚いたことや海外で感じた個人主義の体験、ぜひシェアしてください。あなたのコメントが次の動画のヒントになるかもしれません。バイバイ。